どこかの公園のベンチである。目の前には一条の噴水が夕暮れの青空高く高く上がっては落ち上がっては落ちしている。その噴水の音を聞きながら私は2、3枚の夕刊を広げ散らしている。そうしてどの新聞を見ても私が探している記事が見当たらないことがわかると、私はにったりと冷笑しながらごしゃごしゃに重ねて押し丸めた。私が探している記事というのは、今から1ヶ月ばかり前、郊外のある空き家の中で私に絞め殺されたかわいそうな下町娘の死体に関する報道であった。私はその娘と深い恋仲になっていたものであるが、ある夕方のこと、その娘が私に会いに来た時の桃割れと振袖姿があんまり美しすぎたので、私は息苦しさに耐えられなくなって彼女を郊外の踏切付近の離れ家に連れ込んだ。そうして驚き怪しんでいる娘をいきなり人思いに絞め殺して、やっと重荷を下ろしたような気持ちになったものである。万一こうでもしなかったら、俺は気違いになったかもしれないぞと思いながら。それから私はその娘のしごきを解いて部屋の鴨居に引っ掛けて意志を遂げたように装わせておいた。そうして何食わぬ顔をして下宿に帰ったものであるが、それ以来私は毎日毎日朝と晩と2度ずつお決まりのようにこの公園に来て、このベンチに腰をかけて入り口で買ってきた2、3枚の朝刊や夕刊に目を通すのが一つの習慣になってしまった。振袖姿の医師といったような表題を予期しながら、そしてそんな記事がどこにも発見されないことを確かめると、その空き家の上空にあたる青い青い大気の色を見上げながらにやりと一つ冷笑するのがやはり一つの習慣のようになってしまったのであった。今もそうであった。私は2、3枚の新聞紙をごしゃごしゃに丸めてベンチの下へ投げ込むと、バットを一本口にくわえながらその方向の曇った空を振り返った。そうして例の通りの冷笑を含みながらマッチをすろうとしたが、その時にふと足元に落ちている一枚の新聞紙が目につくと、私ははっとして息を詰めた。それはやはり同じ日付の夕刊の社会面であったが、誰かこのベンチに腰をかけた人が捨てていったものらしい。その真ん中のところに出してある特殊らしい三段抜きの大きな生地が私の目に電気のように飛びついてきた。空き家の開死体。踏切付近の廃屋の中で死後約1ヶ月を経た半骸骨。会社員らしい若い背広男。私はこの新聞記事をつかむと夢中で公園を飛び出した。そうしてどこをどうして来たものか、踏切付近の思い出深い廃屋の前に来て呆然と突っ立っていた。私はやがて片手に掴んだままの新聞紙に気がつくと、慌てて前後を見回した。そうして誰も通っていないのを見すますと、思い切って表の戸を開いて中に入った。空き家の中はほとんど真っ暗であった。その中を探り探り娘の死体を吊るしておいた奥の8畳の前へ来てマッチを吸ってみると、それはまごうことない私の死体であった。バンドを針に引っ掛けてバットをくわえて右手にマッチを左手に新聞紙をつかんで、私は驚きのあまり気が遠くなってきた。マッチの燃えさしを取り落としながら、これは警察当局のトリックじゃないかといったような疑いをちらりと頭の片隅に浮かべかけたようであったが、その瞬間に思いもかけない私の後ろの暗闇の中から若い女の笑い声が聞こえてきた。それは私が絞め殺した彼女の声に相違なかった。私の思いがお分かりになっ